どうも、ベトナム在住のうきです。ホイールとタイヤね、やっと準備できたので、車体の方にね、取り付けしていきたいと思います。これね、タイヤは昨日はめたんですけど、空気圧念のため確認しましょうかね。減ってなきゃいいんだけど、2.7。昨日 2.8 に合わせたはずなんだけどな。まあちょっとこれはねつけたばっかりなんで、様子にしていきます。あんまりいいはめ方してないんでね。 2.7 ぐらいですね。まあいいや。それでこいつをね外したんですけども、この上の部品がねちょっとコピー品は品質が悪くってちょっとネジがね潰れかけてるんで、潰れかけてるってことは私が強く示していたんですね、メンテナンスでね。ちょっと交換します。どこに置いたっけ。ありました。一応同じ長さですね。形は違うけどいけるでしょう。そんでこいつの怖いのはね、ホイール変えたりとかいろいろねすると、ここの高さが合わない時があるけどガタはないですね。 OK やな。じゃあこいつは使えると。それでこのゴムですね。これね何度も紹介してるハイタイヤをね切って作ってるやつなんですけども、こいつをちょっと無理くりはめ込んでいきます。ちょっとシリコングリス塗った方がいいかな。いけるか。そうだ、ここにオーリングなかったんだ。適当なサイズのをね入れちゃいます。これじゃあ小さい。いけるやろ。ちょっとね取り付けに苦戦するかもしれない。いろいろ硬いのよ。ここもシリコングリス塗っとこう。さあ次がねこのブレーキパネルの組み立てなんだけども、こいつもねコピー品なんだけども新品を入れて、こいつがねここにオーリングはまりそうなんですよ。ちょっとねうちの手持ちのでうまく合うかどうかわかんないけど、細そうなやつを入れてみます。はまりはするけど、これが入れれる？どうにかいきそうか。ちょっとシリコングリスにしようかな。なんか最近のホンダの新車はここにグリスが塗ってないみたいな話がありましたね。そんなことあるんですかね。まあいいや。で、おおいい感じやん。いいんじゃない。でここにね本当はちゃんとホンダ純正のフェルトの輪っかがあるはずなんですが、そんなの手に入らないんでね、手芸用のフェルト切りました。一応オーリング入れたけど普通に動きますね。大丈夫かな。でブレーキシューもね新品入れます。ちょっと手洗ってきます。
ブレーキシュー触るんでね、やっぱり一応手は洗った方がいいですよね。そんでこいつが OK ですね。これよく日本とかで面取りしないとどうのこうのってあったけど、私全然してないんですよね。まあいいでしょう。それじゃあね、取り付けしていきます。ここもシリコングリス塗っときましょう。このオイルシールは今回はね、変えません。さあ、こいつがスムースにはまるかい。忘れ物はないよね。やったー、あった。今回見たかったのがね、締め込んでタイヤがスムースに回るか。大丈夫ですね。 OK。 ベアリングの位置をね、いろいろ変なことしてたんで、それを気にしてました。じゃあチェーン取り付けやな、じゃないや、こいつつけなきゃいけなかった。調整はね、チェーンはめてからにします。これね、チェーンカバーは洗って、でチェーンの方もね、洗ってグリスにつけておきました。なんで、あとはつければいいだけやね。進行方向に切れ目がないと。うわ、新品じゃないから型伸びしてた。ここが硬いな。こんなもんでいいやろ。肩伸びしてるな。替え時。まあいいや、とりあえずこれで染み込み、ブレーキを踏んで、さあ、あとはカバーつけて終わりじゃない？
でまた見せ忘れたけど、こことね裏側をきっちりはめなきゃいけないんですよ。完成。これね、リア周りホイールとタイヤの交換終わりました。で、ブレーキライト確認してなかった。これでつけますね。チカチカしてるのはね LED のそういう電球入れてるからです。これで終わりですね。ちょっとこのバイクはねシートがね破れかけたりとかいろいろあるんで、あと数回ねこれの動画撮っていきたいと思います。とりあえずね今日はここまでです。それではまた。